10兆度、ゼットンが放つ火球の10倍の威力を持ち、そのあまりの規格外のエネルギー量から太陽系内に出現した瞬間に太陽系全体が丸ごと蒸発してしまうだけでなく、約4万光年以内に存在する全ての生命体を死滅させる温度、それが10兆度です。しかし、そんな桁外れな温度がこの宇宙に実際に存在していると言ったら、皆さんは信じられますか？こんにちは、ビヨンドです。本日はこの世の地獄と呼ぶにふさわしい宇宙で最も灼熱な場所をご紹介したいと思います。この世界で一番暑い場所はどこですか？この質問は子供がいる家庭でもない限り滅多に起きる質問ではありません。しかし、あえて答えるとすれば、きっと大多数の人は砂漠や火山と答えるのではないのでしょうか。もしくは少しひねって雷雲、もしくは太陽と答える人もいるのかもしれません。1913年7月10日、アメリカのカリフォルニア州デスバレーで 56.7 度というとてつもない気温が観測されました。これは道路にフライパンを置き、そこに卵を入れると6分後には目玉焼きが完成するほどの温度です。なので、砂漠が最も暑いというのは十分すぎる回答になります。ただ、上には上がいるもので、火山の火口付近では平均1200度、雷に至っては瞬間的に3万度にまで跳ね上がります。この温度になると、もはや暑いでは済まされない温度になってきます。しかし、冒頭でした質問は、この世界で最も暑い場所はどこですか？です。なので、地球上のみでなく、宇宙にまで目を向ける必要があります。その意味を踏まえて、再度質問を重ねると、きっと9割以上の人は太陽と答えると思います。実際、中学の理科の時間でも習ったので、覚えている人もいると思いますが、太陽は表面温度が約6000度、大気は100万度、中心コアに至っては1600万度もあります。先の火山の火口付近が平均1200度あったことを踏まえると、太陽の表面だけでも火山の5倍以上は熱いことになります。一般的に最も硬い金属として有名なチタンやタングステンの沸点、つまり蒸発する温度が3289度と5555度なので、地球上に存在する基本的な物質は太陽の表面温度すらも耐えられずに蒸発をしてしまいます。表面温度ですらこのありさまなのに、その大気であるコロナは100万度もあります。もはや通常の物質どころか地球そのものが蒸発をしてしまう温度です。しかし、本動画で扱うのは10兆度です。地球そのものを蒸発させるのに十分すぎる温度を持つ太陽の大気の16倍の温度を持っている太陽のコアでさえ1600万度です。これは10兆の62万5000分の1です。例えるのなら、620キロある島の長さが620キロちょうどなのか、620キロと1メートルなのかを議論するくらいには不毛です。このように10兆という規格外な数字の前では、たとえそれが1600万であったとしても、あってもなくてもさほど変わらないのです。では、一体何がこの宇宙でこれだけの温度を発するのでしょうか？惑星同士の衝突でしょうか？それとも観測史上最も熱い星であるウォルフライエ星でしょうか？いいえ、その答えは地球から約24億光年も離れた超巨大ブラックホールの周囲にある明るく輝く領域クエーサー 3C723 であると、ハーバード大学ポスドク研究員のダニエル・パルンボ氏は語っています。この天体はウェストバージニア州にあるグリーンバンク天文台の観測結果によると、およそ10兆ケルビン、摂氏に直すと10兆度以上になるとのことです。ただ、約24億光年も離れている関係上、不確定要素はもちろんあり、絶対に10兆度あるとは言えないみたいです。もっと高いかもしれませんし、もっと小さいかもしれないとのことです。クエーサーが10兆度。いろいろ突っ込みたくなると思いますが、一つずつ見ていきましょう。では、そもそもクエーサーとはどのような天体なのでしょうか？よほど宇宙好きでもない限り、あまり耳にしない言葉であるクエーサー。実は宇宙でも最も強大なエネルギーを持っている天体の一つであります。
なんとなくファイナルファンタジーに出てきそうな美しくて儚い響きを持っている言葉なので、私の好きな言葉でもあります。ただその語源は、星のように見える電波源を強引に縮めた造語、クエーサーです。なので、響きは美しくて儚いのですが、意味としてはちっとも美しくも儚くもないのです。私の感想はさておき、このクエーサーは一言で言ってしまえば発光するブラックホールです。別名、活動銀河核とも呼ばれています。ブラックホール自体は光をも飲み込む重力を発しているため、真っ黒で視認できません。しかし、ブラックホールの周囲にある塵などの物質がブラックホールの巨大重力によって引き寄せられると、膠着円盤と呼ばれる光る円盤を形成します。この円盤はまるで土星の輪のようにブラックホールを回転します。そして、塵などがブラックホールに向かって、まるで風呂場の線を抜いた時にできる渦のように高速で落下をすると、一部は高速に近い速度まで加速します。その際に発生する凄まじい摩擦熱が数兆度に達する超高速ジェットを放出するのです。これを専門的には相対論的ジェットと呼びます。ちなみに、超大質量ブラックホールから放出された相対論的ジェットは数百光年にわたって伸びることもあるとのことです。そして、先のクエーサーの明るさは天の川銀河の1000倍以上、太陽と比較した場合では100億倍以上もの輝きを放っているのです。一般的に夜空を見上げるととんでもない量の星を見ることができると思います。しかし、それらは基本的には全て私たちが所属している天の川銀河の星であるのです。そして、星座を形成している星もその多くは近くて500光年、遠くても1500光年程度しか離れていません。しかし、このクエーサー 3C723 は24億光年も離れているのにもかかわらず、普通の望遠鏡を使っても見ることができるのです。この事実だけを切り取っても、いかにクエーサー 3C723 が最強と呼ばれるのかがわかると思います。実際、24億光年も離れてしまうと、まずほとんどの星は、よほど強力な望遠鏡を使用しない限り、影も形も見ることはできません。さすが、宇宙最強の灼熱天体です。さて、先にもお伝えした通り、この灼熱天体は、そのあまりのエネルギーから存在するだけで、半径2万光年の生命を滅ぼします。こう聞くと、なんだか不安な気持ちになってくる人もいると思います。ただ、一つご安心いただきたいのは、このクエーサーという非常に危ない天体は、超巨大という言葉が霞むほど巨大な宇宙をもってしても、かなり希少な天体であると言えるのです。割合で言うと、10万銀河に1個程度しか発見できないのです。これは、クエーサーが誕生するには、非常に限定的な環境が必要であると考えられているからです。実際、ほとんどのクエーサーは100から120億年前のまだ現在と比較して小さい宇宙で数多く発見されています。こうしたこともあり、最も地球から近いクエーサーは約5億8100万光年離れた位置にあるマークリアン231です。なので、クエーサーが原因で人類が滅びることはまずないとされています。ご安心ください。ただ、今から約40億年後には我々が住んでいる天の川銀河と一番近いアンドロメダ銀河は衝突することで銀河同士が合体するとされています。そしてそのさらに30億年後には銀河の中心でクエーサーが誕生すると予想されています。なので70億年後には我々の目と鼻の先にクエーサーが誕生することになります。ただ、その時まで人類がそもそも存在できているかもわからない上に、その前に太陽が一段階進化して赤色巨星となることで、現在よりも200倍に膨張し、地球を含む周囲の惑星を飲み込んでしまいます。なので、たとえ70億年後に人類が生き残っていたとしても、地球そのものが蒸発してしまい、見ることは叶わなくなるのです。では、実際に銀河同士が衝突する場合、どのような軌跡をたどるのか一緒に確認してみましょう。現在、アンドロメダ銀河は肉眼でも視認できますが、非常に小さいです。ただ、現在進行形で時速約40万キロでこちらに向かって近づいてきているので、今から20億年後、アンドロメダ銀河はかなりはっきり見えるようになります。37.5 億年後には、もう夜空を埋め尽くすレベルで
見えるようになります。ただ、重力による潮汐の影響で、今度は天の川銀河が歪み始めます。39億年後には初めて銀河同士が衝突します。そして接近によって星間を漂うガスが相互作用することで新しい数多くの星が誕生するとのことです。その影響で夜空はより明るく輝きます。40億年後には激突した銀河同士が互いをすり抜ける形で互いに引き伸ばされます。51億年後には再び互いの強力な重力の影響で引き寄せられ合うのです。そして70億年後には完全に2つの銀河が合体し、1つの巨大な楕円銀河になるのです。ただ見てわかる通り、完全に夜空が真っ白になるので、睡眠の質はかなり下がりそうです。さて、この話を聞くと、星同士がぶつかってしまうのではないかと心配する人もいると思います。ただ、基本的に銀河同士がぶつかったとしても、その銀河に存在している惑星や恒星が互いに激突することはまずないとされています。例えば、地球から最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウルでさえ、地球から約 4.2 光年離れています。これは、もし仮に太陽を東京タワーに置かれたピンポン玉だとすると、プロキシマ・ケンタウリは北海道釧路市に置かれたエンドウ豆の大きさのボールに相当するのです。なので、互いがすれ違ったとしても、まず衝突することはないのです。一般的な感覚で言えば怖いかもしれませんが、宇宙は我々の想像する何億倍もスカスカなのです。クエッサーが何であるのかを分かったところで、最後に10兆度がどんな世界であるのかについて見ていきたいと思います。10兆度という極端な高温は、物質の構造を根本から破壊し、通常の物理特性を超越する現象を引き起こします。このような温度は、ビッグバン直後の宇宙や特定の高エネルギー天文現象でのみ見られるものであります。ここでは分かりやすくするために、もしも太陽が10兆度の火球になったらどうなるのかをシミュレーションしていきたいと思います。まず大前提として、高温のエネルギーは距離の2乗に反比例して減少します。つまり、距離が2倍になるとエネルギー密度は4分の1になります。そして、10兆度の火球から放出されるエネルギーは、主に電磁放射や高エネルギー粒子となります。また、熱エネルギーは宇宙空間の場合、光の速さで伝播していきます。これらを総合すると、次のことが起こると考えられます。まず、太陽が10兆度になった 3.2 分後には水星が、6分後には金星が、そして8分後には地球が完全に消し飛び、すべての物質がプラズマ化します。プラズマとは固体、液体、気体に続く物質の第4の状態であり、物質が完全に電離し、原子とイオンに分かれた気体のことです。一応、ここまでですでに1億5000万キロという途方もない距離を熱エネルギーが進んでいますが、これは破滅の始まりに過ぎないと言えます。さらに 12.7 分後には火星が、43分後には木星、1時間20分後には土星が完全に消し飛びます。もう大丈夫だろうと思いたいのですが、残念ながら最も遠い惑星である海王星も4時間後には完全に消し飛んでしまいます。太陽系の一番端の惑星である海王星までは距離にして約45億キロあります。なので今度こそもう大丈夫だろうと思いたいのですが、10兆度の前ではこの程度は何でもありません。その後、熱エネルギーは太陽系を取り囲む水星帯であるオールトの雲と呼ばれる領域も全て蒸発させます。太陽からオールトの雲は諸説はありますが、だいたい 1.8 から 3.2 光年あります。ただ、これだけの破壊の限りを尽くしたとしても、まだまだエネルギーは伝播していきます。4.3 年後、4.3 光年離れたアルファケンタウリ系の星々の大気や表面は完全に破壊し尽くされます。これは10兆度から放たれたエネルギーが異常に強いガンマ線を惑星の大気や地表に降り注がせるためです。高エネルギーのガンマ線は大気中の分子を電離させ、化学結合を破壊します。なので、大気の構造が崩壊し、オゾン層を含む重要な保護層が消失するのです。大気が破壊されると、惑星表面の温度は急上昇します。これにより、地表の水が蒸発し、生物の生存が不可能になるといった感じです。そして、最終的には、約4万光年くらいまでは、生物が住むのを困難にさせるのです。
現在、分かっているだけでも、これだけの惑星に生命体が生息している可能性があります。ただ、それらはどれもが3000光年以内です。10兆度の火球が4万光年を破滅に追い込むことを考えると、これ以上想像するのは怖いですね。これらを踏まえると、初代ウルトラマンの最終回で登場した宇宙恐竜ゼットン、彼の必殺技である1兆度の火球は、やはりやりすぎですね。いくら10兆の10分の1とはいえ、太陽系を蒸発させるのは余裕の温度ですからね。明らかにオーバーキルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、この世界に存在する脳がぶっ飛ぶ話を中心にご紹介していきます。もしこの動画が少しでも面白いと思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。